おはようございます。画家の木曽です。今日はですね、油絵の教科書ということで、お届けしたいと思います。もうとにかく今日は油絵をわかりやすく丁寧に頑張ってお伝えしようと思います。アラプリマと言って、今までは結構グリザイ油とか釜油とかって言ってこう構造を作っていく描き方やったんですけど、ある程度一発書きである程度のとこまで見せるという、動画となっております。でですね、いろいろ今までも動画とかを作ってきたりとかしていたんですけども、いくつか疑問とかがあって、油絵ってやっぱり一番難易度高そうじゃないですか。実際高いと思うんですけども、高いところの理由というのはやっぱり筆を洗うとかね、画材とかの扱いとか、いろいろ溶き油とかいっぱいあってとかって、すごく難しい感じがする。あとは、例えば画材のセットを揃えたりとかすると高かったりするわけですよね。でも、ちょっと今日はその辺を丁寧に解説しながら皆様に分かりやすくお伝えできればなというふうに思っておりますので、よかったら最後まで、そしてしっかりと勉強してみられたらどうかなというふうに思うんですね。で、油絵っていうのはもう本当に500年以上前、ヤン・ファン・アイクという人がしっかりとそれで素晴らしい作品を作って、そしてレオナルドが引き継いでいくような形で、スフマートといってもっと柔らかくファーっと描けるような感じっていう感じで描けて、で、その後に少しですね、厚く塗っていくようなレンブラントとかっていう厚く塗っていくことができるような方法とか編み出していくとか、そして、20世紀入るちょっと前ですね、19世紀の後半、印象派と呼ばれるものが出てきて、いわゆるこのチューブですね、チューブ式の絵の具というのが出てきました。で、このチューブ式の絵の具によって何が起こったかというと、型練りですね、型練り。で、実際当時の絵の具ってこんな硬くなかったんですよ。もっと柔らかくてトロトロやったんですね。トロトロ、どんな感じかな。トロトロっとした感じでもっと柔らかかったんですね。こんな風にカチッと立つわけじゃなくて。で、その硬くなったことによって何ができたかというと、もちろん厚塗りもできますけど、これ屋外に持っていけるじゃないですか。トロトロっとしてたらパレッと斜めとかにしたらドロッと垂れていきますよね。で、そういうのができるようになっていったりとか、あとは色の幅がぐっと増えたんですよ。コバルトとかカドミウムとかっていうの書いてありますけども、こういったものっていうのはその産業革命以降によってできた画材なんですね。で、そういう風にできるようになっていて、色の幅というのもすごく増えてきたというのが、油絵の歴史の中であります。ただちょっと気になっていることというのは、日本の海外も含めなんでしょうけども、油絵の具のセットとかで売っているものありますよね。油絵の具セット。で、僕実はこれね、最近も買ってみたんですよ。で、正直言うと、使いやすいのと使いにくいのがあって、これもしかしてやったら、失敗っていうか、なかなかうまくいかへんぞということにぶち当たる。実は僕もやってみてそう思ったということは、私でもですよ。っていうことは皆さんもそれを経験してしまうんじゃないかなと思って、じゃあもうちょっとその辺を、この辺でもいいんですよとか、これはどうですかという提案もしながら、今回進めれたらなというふうに思ってます。で、そのね、絵の具のセットみたいなのが悪いわけじゃないんですよ。ただそこで思ってたのとちゃうわっていう経験とかしてしまうともう挫折してしまったりとか、高い金払ったのにとか言ってお母ちゃんに怒られたりするでしょ。でもちょっとその辺というのをなるべくセット、もちろんセットでもいいんですけど、セットのこの辺はもうちょっとこうしたらとかっていう風な僕のからの提案でもあるんですけども、その辺をちょっとお伝えできたらなという風に思います。で、油絵っていうのは基本的にはこのポピーオイルとか、リンシードオイルと呼ばれる完成油と呼ばれるものと顔料というのを混ぜ合わせて作られてます。で、昔というのはこれを手で練ってたわけですよ。お弟子さんとかが一生懸命練って、お師匠さんが、おい早く練れ、わかりました、すみませんとかって言って、一生懸命ね、こういうナイフとかで練ってたわけ、ベアーとね。だからすごく取ろうとしてたけど、手じゃなくて機械で練れるようになったわけ。ウィーンとね。で、機械で練れるということは、その人間の何十倍何百倍ぐらいの力で練れるから、ほんの少しの量で良くなった。この油の分量がね。だからこういう風にチューブ状になったんですね。で、まず完成油と呼ばれるものが、まずベースになります。これがね。で、よくペインティングオイルという風に、セットにも売ってますけども、それは
ある程度自作でできるんですよ。だから僕セットの中にこの完成油、ポピーかリンシード、3日間で乾く、2日間もちろんそういう油絵の動画も出しておりますので、よかったらそれも参考に見ながら、見ていただいたらいいんですけど、このポピオイルは3日ぐらいかかります。ただ、応変しませんよっていう、黄色くなる確率が低いと。で、リンシードっていうのは2日で乾く。3日に対して2日で乾く。けども、応変、黄色くなる可能性があるということで、こういった白とかに混ぜる際は、もうある程度応変したような状態、こういうスタンドオイルというのは、これはリンシードオイルというのを加熱15として、熱を促進した状態。これも完成油の一種なんですけども、リンシードオイルと呼ばれるものを加熱15というものをして、これを乾燥促進したような状態のものなんですね。で、こういったものならもう応変してあるわけじゃないですか。だからここからまた黄色くということはならないということで、こういったものもあります。で、その完成油と呼ばれるスタンドオイル、リンシード、ポピオイルというのと、揮発精油。これ揮発、テレピンとか、あとはペトロール、植物系と鉱物系、ペトロールは鉱物系なんですけども、テレピン、ターペンタインとかテレピンって言ってます。この2種類、完成油、リンシード、ポピオイル、スタンドオイルと、あとサンシックンドリンシードとかあるんですけどね、火にさらしたとかね、これは加熱15とか、で、これはテレピンとかペトロールと呼ばれる揮発精油。それと樹脂と呼ばれるものがあります。樹脂。で、この3種類を大体混ぜ合わせて、プラスそこに乾燥促進剤と呼ばれるようなもの、湿化チフとかっていうのを聞いたことある人もいるかもしれません。湿化チフという、要は熱を少し持たすんですね。で、絵の具って大体20度から25度ぐらいの気温で、今の季節10月初旬ぐらいかな。にはすごい適しているんですけども、ある程度熱がないと乾かなかったりするというか、冬場とかものすごい乾き遅かったりするんですよ。乾きが遅かったりするんで、その湿化チフとかって呼ばれる乾燥促進剤、ちょっと熱を、マンガンとかによって熱を持たすものなんですね。ただ、湿化チフは、例えばティッシュとかで湿化チフのついた筆とかをピュッとやってポイッと置いといたらバッと引火するんですよ。で、だからちょっと扱い注意せんといかんですよ。これ、ほんと言うときますけど。で、言うた完成油、揮発性油、樹脂というのを、実は混ぜ合わせたものがペインティングオイルというふうに売ってます。だから、ペインティングオイル買うんやったら、僕はもうこのポピーオイル、またはリンシード、またはテレピンという、完成油1、テレピン、なんか1がセットに入っていて、あと樹脂分みたいなのが、もしあったらあってもいいし、私なんか実はほぼ使わなかったりします。で、その樹脂の代わりに私個人的にはもう、こういった促進、乾燥剤、これも樹脂なんですけど、これアルキド樹脂と呼ばれるものですけども、アルキド樹脂と呼ばれる僕はこの草壁さんの超速乾メディウムと呼ばれるものを非常によく使わせてもらっております。これ、あんまり乾きが早すぎない。ある程度早いですよ、もちろんね。で、早すぎずに、僕個人的には、ものすごい早い、他の業者はもっと乾きの早いやつがあったりとかするんですけども、とか、あるんですね。ちょっと絵の具の混ざり方が悪いなと僕は感じた画材とかもあったりしますけど、僕は個人的にはこれが一番僕は使い勝手いいんちゃうかなというふうに思ったりとかします。だからこれをある程度溶き油プラスこれほんの少しだけ入ってればセットはそれでええんちゃうかなというふうに溶き油系に関しては。あとは筆染油っていうのは絶対必要です。で、私はなんかアプトとかスーパークリーナーとかって呼ばれるものを使っております。そういう筆染油というものが入ってたらいいと。じゃあ次は絵の具なんですよね。で、絵の具に関してもやっぱりちょっと失敗する一つの要因であるかなというふうにセットを見てて思ったのが、やっぱりチンとヒューと呼ばれるものが結構入っているんですね。だったら、ここはちょっと頑張って、高いものを買ってみられてもいいんちゃうかなというのがおじさんの考えなんですよ。どういうことかというと、コバルトブルーチントとかカドミウムレッドヒューとか、ヒューとかチントって何々のようなっていうような意味合いなんですよ。なんとかのようなみたいな、モノマネ芸人さんみたいな感じ、ちょっと違うかな。何々のようなみたいな感じで、売っているんですね。これどういうことかというと、青、コバルトブルーのように他の色を混ぜ合わせて作ることができるんですよ。どういうことって感じかもしれませんけども、あるJIS規格、多分これ僕の推測なんですけども、ここからはね、JIS規格っていう色の規格で、ここからここまでの範囲はコバルトブルーと呼びますせ、ここからここはセルリアンブルーと呼びますせ、ここからここはウルトラマリンブルーと呼びますせという、多分JIS規格みたいなのがあって、そういうふうな名称にするにはこの辺の色ですよっていうのが多分範疇があるんじゃないかなと思うんですね。で、例えばコバルトブルーというふうな名称に、例えばこれはこんな感じの色ですけども、じゃあこれコバルトブルーね、これね。で、
これと同じような筆を変えんとね、これイカサマになってしまうからね。例えば、これはシアニンブルーという色です。こんな色。ちょっとね、見えてるかわかりませんが、ちょっともう少しなんか海の透き通ったような色に見えるぞとか。で、これにちょっとだけ例えば白とかをほんの少しとか入れてみたりとかしていくと、だいぶ近くなっていくぞと。これほんの少し多分赤とか入れたらね、もう近くなるんですよ。これは、スーパーマゼンダみたいな色かな。だいぶ近くなってきたでしょう。わかります？初めに置いた色、こんな感じね。こんな感じの色が、すごい細かい話ですけど、っていう風に、で、このシアニンブルーっていうのは何かというと、フタロシアニンと呼ばれる、要は染料と呼ばれるもの。もう難しい話ばっかりしてるんですけど、ちょっと付き合ってね。染料と呼ばれる。で、顔料と染料っていうのは、顔料のある一定水準、これも GIS 規格とかその辺で多分あるんだと思うんですけど、細かいこと知らないですよ。で、ある一定より細かいものというのを染料というふうに言います。例えば何か、洋服に墨がついたとか、牧樹習字やってて、うちのチビ帰ってきたら墨ついて、これ一生懸命洗っても取れへんって、細かすぎるから、繊維の目の中にぐわーっと入っていくんですよ。でも顔料と呼ばれるものやったら、ある程度取れると。でも染料ってめっちゃ細かいから。で、この染料と呼ばれるものは、ある程度安価、安い。で、こういったものとかを混ぜ合わせて作っていたりするのが、チンとヒューという絵の具なんですね。で、チンとヒューが悪いというわけじゃないんですけども、初めの頃ってやっぱり混色が命なんです。今回もとにかくアラプリマって混色命です。非常に混色が大事なんですけど、この混色をするときに、ちょっとでもこの染料をやったらバーッと染まっていってしまうと。で、染料染まっていってしまうから、なかなか自分の思った色にならない。なんぼやっても私の絵青くなりますわ。私のはピカソの青の世界みたいやとかってなる人っておると思うんですけども、それっていうのは染料が中心になってるからなんですよ。わかりますか？だから、じゃあ、その染料系じゃない本物を一度使われたら、ここはちょっとお金を張ってでも頑張られたらいいポイントかなというふうに思うんですけども、例えば、白っていうのは僕はもうシルバーホワイト、チタニウムホワイト。この2種類でいいかなと思います。間に同じようなシルバーホワイトっていうのは少し型練りとか昔からある絵の具です。で、チタニウムホワイトっていうかもうちょっと新しい絵の具。じゃあこれどう違うのかって言ったらこっち硬いです、シルバーホワイト。ただ、隠蔽力、覆い尽くす白さ。ね、芸能人の歯みたいな感じで白さ。私の歯がじゃあシルバーホワイトとしたら、このチタニウムホワイトっていうのは例えば芸能人、東幹久さんあたりの白。歯の白というふうに考えたら分かりやすいんじゃないですか。おじさんのはもっとこれはもうあれですね。これのシルバーホワイトでもっと汚いですけど、要は隠蔽力は強いチタニウムホワイト。じゃあチタニウムホワイトでいいじゃないかって言うかもしれませんけど、ただちょっと厚塗りには適さないんですよ。厚塗りにはシルバー、チタニウムホワイトは白い。ちょっとずつ違う。で、じゃあその間のジンコホワイトっていうのは、ちょうどこれいろんな意味の間っぽい感じはするんですけど、若干ひび割れ起きるんちゃうかという噂がちょっと聞こえてきているので、僕はもうこの2種類を用意して、例えば初めの頃はシルバーホワイト、後半はチタニウムホワイト使うとかっていう風にするとか、もう僕はこれをスタンドオイルと呼ばれるもので練り合わせます。もう3分の1とか5分の1を入れすぎたかな。ちょっと多かったという今反省をしておりますが、ね、多かったらティッシュなりなんなり拭き取ればいいんですけど、こういう風に白をもう一度練り合わせる。一生懸命練り合わすようなこの白というのを作っております。白さもある程度担保できて。で、シルバーホワイトの厚さもできるし。で、ちょっとチューブ状で売ってる絵の具って僕からすると硬すぎるんですね。硬すぎる。で、ちょっと柔らかくなってるような、糸を引くような。これ明日ぐらいになってるともっと糸引きます。で、書き途中のパレットとかはもう、サランラップとかを引いて乾燥を止めておくとかしてます。で、こういう風にしっかり練るということをぜひぜひしてみてください。じゃあ白に関してはそれですね。で、黒に関してはピーチブラックまたはアイボリーブラック、あとはランプブラックというのがあります。もう私はピーチブラックというちょっと赤みがかっているというふうに書いてありますけども、ピーチブラックでいいんじゃないかなというふうに思います。だから要はセットで売ってるやつ買うんやったら、まずこれ工程僕のおぎそセットを買われてもええかなと。まあ別に基本色セットみたいな買ってもいいんですよ。で、茶色に関してはローアンバーと呼ばれる色とバーンとシェンナトランス。
これはバーントシェンナートランス。ちょっと透明度が高い、絵の具です。バーントシェンナートランス。バーントアンバーとかそういうのも使うこともあります。でもこのあたりを最近よく使ってますと。で、青に関してはウルトラマリンブルーとコバルトブルー。もうチンとヒューじゃないやつですね。で、あとは、緑はですね、カドミウムグリーン。今日の絵はちょっとカドミウムグリーン使いそうなんで出したんですけど、あとはサップグリーンとかビリジャンとか使います。でもカドミウムグリーンとか。で、意外と僕人間描くときこのコバルトグリーンを使います。ただこういうチンとヒューとかっていう風な色ではないこのコバルトグリーンとかを使った方が僕は失敗とか少ない。染料系じゃないからっていうことで、まずじゃあ頑張って買ってみてもいいかなとか、あとはイエローか、オーロライエローっていうのはこれカドミウムイエローです。これ松田さんはオーロライエローという名前出してますけど、カドミウムイエロー。でカドミウムレッド。この辺っていうのもやっぱりヒューチントとかあると思うんですけど、この辺っていうのは高いです。でもね、本当にこの失敗をなるべく減らしていくことが、継続のためには僕はいいと思ってます。で、ブライトレッドライト。これは赤でもちょっとこれとか黄色を混ぜたらかなり綺麗な、オレンジ色になるからこれ使ってたりとかします。で、あとはこのね、2色、スーパーマゼンダとこのシアニンブルー。この2色っていうのは僕ちょっとイレギュラー的な、こちらの方っていうのはなんかよく聞く名前かもしれないですけど、この2色っていうのは何かというと、これで要はヒューチント系が大体作れるんですよ。で、ただこれだからほんの少ししかパレットにいつも出さないですね。多く混ぜるとピンク色とか、青とか、っていう風になったりするから、あんまり慎重にこの辺はやっていっているという画材でございます。ほんの少しで、これなんでこの2つあるかというとね、これね、僕これとこれの混ぜて、赤と青を混ぜて作った紫色ってめっちゃ綺麗なと思うんですよ。これ青っぽいけど、もうちょっと赤とか入れた紫色ってめっちゃ綺麗なと思うんで、これをほんの少しとか、唇とか、なかなかこの赤では出ないような色とかを混ぜんだとか、微妙な色とか、ほんの少しとか入れるように使ったりとかしていっております。っていうのがまず絵の具セットはもうこんな感じで、ここで買ってええんちゃうかなっていうふうに思ってます。そして、あとパレットなんですけど、よく木のパレットとかついてますけど、僕は紙パレットでいいかなと。初めはね、もう木のパレットを毎回綺麗に掃除してエコにやっていかれるという人は素晴らしいと思いますけども、それでもいいと思います。ただめっちゃちっちゃいの入ってることあります。あんなん全然使えないです。はっきり言ってしまうともうこんなパレットとかついててもそんな混ぜるスペースというのは最低これは4号というサイズで可能な限り6号ぐらいとか大きなパレットで指とかが入るやつもあるんですけども、私はこれ屋外で制作する油絵は制作することないし手に持ってパレット描くっていうことはないので、僕はもう指のこのスペースももったいないので指が空いてないパレットを購入します。で、あとは、パレットナイフみたいな、こういうペインティングナイフみたいな、こういうものと、もう一つ絵の具を練るようなためのものみたいなのを用意してます。こういったものも、おいおい買っていってもいいかなというふうに思います。小さいものもいいですけど、こういうのを練るときにはある程度の大きさのものがあった方がええかなというふうに何号とは書いてません。あと、問題は筆なんですよ。僕、2つ、基本色セットをもうちょっとリニューアルしてほしいなと思ってるのは、もう一つはね、筆。で、筆のセットを見ると、多くは豚毛の筆が多いんですよ。で、ただ今のトレンドじゃないけども、皆さんの絵とか見てて、鬼高評会っていうのを見ているんで、で、豚毛の筆って実はものすごく扱いをしっかりすれば長持ちします。正直言うと10年でも20年でも使えます。ただ、使い出す一番初めの人にとっては案外使いにくい画材なんちゃうかなっていうのが私ちょっと説としてあって、絵の具が要は硬いもので描いていくんです。硬いですね。で、筆を何度も洗って使って何度も洗っていったりすると、筆自体は柔らかくなっていきます。だから、ちょっと長いこと描いていかれたりとかすると柔らかくなっていく。でも、やっぱ初めからある程度描きたいと思う人が多いでしょ。で、そういう人にはちょっと難しい部分あるかなというふうに思うので、僕のおすすめとしては、もしかしてこういった水彩の筆、ナイロンの筆、で、丸筆が多いより平筆が多いセットみたいなのが、ちょっと外資の会社かもしれませんけど、水彩筆とかのナイロンの平筆とか、先が丸、こういう丸じゃなくて、先端が丸のような状態。そっちの方のセットを買って
って十分なんじゃないかなというのが僕のちょっと実は説としてあります。それが2000円ぐらいでセットで売っていて、で、そっちの方が、もちろんこう水彩とかにも使っていいんですよ。別にね。で、そっちの方が失敗とかも少ないんじゃないかなと思いますので、ちょっとその頭の中に入れておかれてもいいのかなというふうに思います。で、今日はですね、このキャンバスボードと呼ばれるものに書いていきます。もともとは6号でしたけども、4号弱、A4 サイズぐらいにカッターで切りました。で、はじめにこういったインプリマトゥーラと呼ばれるものをしてあります。で、これは、バーントシェンナトランスとテレピンとかでやってます。ただ今日ちょっとすみません、時間があまりないので、こうアクリル絵の具でやりました。で、だいたいはじめは書き出しの段階の初めは例えばテレピンから書いていって徐々に完成油を多めに使っていきますよっていうのが一般的なんですが、もう一個言います。もうあんま使わんでいいです。正直言うと。テレピンとかは本当に最後に筆を洗う時に使ったりはしますけど、もうなんかこう溶き油で絵が描けると思ってるかもしれませんけど、もうこれで十分なんですよ。実はもうこの状態で描こうと思ったら描けるんですね。ほんの少し溶いたりとかするときは使えますけど、ジャバジャバーっと水彩絵の具みたいにジャバジャバーっと溶いていくわけではございませんよということをちょっと頭に入れておいてください。基本的にはこの出した絵の具で描いていけますよということを少し覚えておいてください。じゃあ少し長くなりましたが、こちらの方、チャーミングなお嬢ちゃんを描いていこうかなと思います。それでは、描いていってみようと思いますけども、溶き油としては本当にテレピンとペトロールだけで、プラスですね、ほんの少しだけ樹脂をどこかに置いておこうかなと。理由は早く、描きたいというかですね、乾かしたいなと思いますので、ほんの少しだけ樹脂もちょこちょこ混ぜて描いていこうかなと。ただこの樹脂もね、僕ほんの少しでいいと思ってて、結構いっぱい混ぜたがる人いるんですけど、ほんの少しでいいかなと。で、今回はもう本当に、セットの水彩筆の丸筆とか平筆とかを中心にちょっと描いていこうかなと思います。テレピンとポピーオイルをテレピン2に対してポピーオイル1ぐらいでいいかな。本当にでキャンバスのこのキャンバスボードと呼ばれるものに描いていっておりますけど、ちょっと日頃使いすぎて毛先が、少し濃淡というか髪の毛とかのちょっと濃いところとか目とかですね、そういったところを先に少し描いておこうかなと思います。で今はバーントシェンナとローアンバーとトランスオキサイドレッドぐらいの感じで、日頃もこの使っている筆やから少し毛先がですねもう弱ってしまっているんですが、少し溶き油は初めはテレピンとかが多めに、もし使うとしたらですね多めに、していきます。で、後半の方とかは完成油とか多めにしていくんですけども、何度も言うようにもうこの絵の具だけでももう完成油で練られてますので、ちょっと水彩絵の具のように描かないようにだけは気をつけてほしいなというふうに思います。で少し形をある程度もう一回取り直すような感じで、これですね、形ですね、写真にですね、こういうふうに裏にパステルとか黒のパステルをすり込んで、でこの上を留めて、転写しました。転写ね、上からなぞっていくという。
結構お嬢ちゃん持ってるものはなんかのプリンセスかなんかやと思うんですけど、ちょっとこれはカットしておきましょうね。著作権とかなんかね。よいしょ。で、僕よくこの下を濡らしながら描いていくことがあります。こう濡らしながらね。で、なんでかっていうと、この下の絵の具を滑らしながら描いていった方が私自身は描きやすいんですね。よくこう途中段階でなんかね、濡らしているというようなことがあったりすると思うんですけど、あれっていうのは、下の絵の具で滑るような状態を作っているんですね。よいしょ。で、眼球っていうのはちょっと球体という意識も持ちつつ、これはもうほぼ逆光に近いので、後ろから光が来ているような状態ですね。よいしょ。よいしょ。こんな感じでどうでしょうか。で、もうこの、アラプリマと呼ばれる、ような一発で描いていく方法の一番重要なポイントは混色です。もうとにかく初心者にしては混色してください。僕混色のスピードめっちゃ速いし、画面の中でも多少こう混ぜていけるんであれですけど、まずこう今これぐらいのね、ちょっとこう今回はね、もうしっかりとね、でちょっと赤みがかったような色を少しこう作って、このぐらいの肌の色かな。ちょっと黄色みがかっている感じ。これ悪くないですね。で、少しこう影とかの色とかはね、少しこう暗い、このぐらいかなとかっていうことで、でこういうこう少しこう褐色じゃないけども色を置いていくことをインプリミトゥーラとかっていうふうに言います。で、初めの段階でですね、こういった色を置いておいて、中間色に近いような色ですねを置いておいて、まあ、塗り残っても違和感ないような状態とかにしておくということをしてあります。混色ね、ここね。でまず置いていってます。そんなにこう画面の中で混ぜるという意識ではないです。もう置いていく。で、この段階というので、やっぱりこうですね、赤系の染料系とかに頼りすぎてしまうと、ビャーっと赤くなったりするんですよ。だから僕はこういうカドミウムやレッドと白とか、カドミウムイエローとかで、やってってますね。この描き方も私もめちゃくちゃ久しぶりやからちょっと描けるか不安ですけども、まあなんとかなるんじゃないかなと思いながら、でね、色を置きながらよいしょ。耳なんかはね、後ろからですね、光が入っていて、こう透けたりとかしているので、少しこう透けたような感じみたいなのを描いておく。で、ちょっとこう、明るいところとかに少しこうガッと乗せてみると。乾きとかを考えると、少しこういった速乾剤を少し入れるところがあっても。で、まあ、3日ぐらい置いてほしいですね。もう3日。もしこう、重層構造落ちて、重なりながら描いていくとなると、中3日ぐらい置いてあげてください。で、こちら反射光ですね。ビュー。今どちらかというとこう暖色系でずっと描いていってますけど、ある程度時間が来たら少し寒色と呼ばれるものも置いていきますので、皆さんね、どっちかというとこの暖色系で、描いていくことが多いんですが、
暖色というのはね、赤とか茶色とかね、そういった色ですね。あったかい色と書いて暖色です。よいしょ。パレットナイフなどである程度混色してきたら、少しこう、掃除してあげたりとかしてください。ちょっと暖色、要は下のこう、緑色がちょっと映ってるような感じとかっていうのは、で、こういう時に僕はコバルトグリーンとかを意外とこう使って、コバルトグリーンとかを使って、絵の中に少しこう感触を差し込んでいくことが多いです。絵のこう油絵の基本色セットとかっていうのもそんな昔から変わってない気がするんですけどね。でもぼちぼちなんかこういろんな意味でリニューアルした方が安価なものをこう入れていった方が売れるは売れると思うんですけど、僕は売れることも大事だけど、こう売れてその人たちがまた絵の具を買うたり、要は続けていくということをしていかんといかんのちゃうかなと。でやっぱりこうね、中高年の人が始めるという人絶対多いと思うんですよ。でそういう人たちってね、長いこと続けてくれる可能性を持っているとおじさんは思ってるわけ。ね思ったりするんで、そうなってきた時にですね、成功体験っていうのもすごい必要になってくるから、で成功体験が多ければ多いほど、絵の具をこうやってこう混色して置いていく。こんな色見えなくてもなんとなく感じませんかね。でその感じるって大事なんですよ。で感じるっていうのをなるべく画面に定着させながら進めていくと。で絵の具がこう置かれた絵の具に関して画面の中で多少ね混ざってもいいんですけど、まだちょっととりあえずね置くだけ頑張って部分にならないでこう全体を見ながらですね。僕はキャンバスというのもほぼ慣れてないというか、もう久しぶりというか、この YouTube でいつ以来かな、リンゴ以来かな、描いてます。ちょっと洋服とかは白い、この洋服白い色は白く、やっぱりどうしてもですね、こう溶き油をジャバジャバとつけたくなる気持ちは分からんでもないんですけど、なるべくねもうこの状態でも十分絵が描けますよっていうのでこう置いていく。こういう洋服のグレーなんていうのも1色だけじゃなくて2色3色と混ぜてちょっと複雑な色みたいな感じにしてですね。こういったナイロンの筆ならば下の絵の具をあんまり引っ張ることはないんですよね。置くっていう感じね。置く。そこすごい大事です。置く。本当にこう速乾剤とかねベタベタ混ぜると下の絵の具が乾き出したりすると、乾き出しすぎても困るんですよね。明日にちょうど乾いてるぐらいが理想かなと思って、明日やろうかなと思ってるんでですね。よいしょ。モデルはうちの息子にしようかと思ったんですけどもね、あまりにもね息子ばっかやったらねあれなんで、ちょっと知り合いのチャーミングなお嬢ちゃんがモデルさんしてくれるということで、ありがとうございますね。こう全体見るって難しいですけどね、もうどうしても部分からねその場所書いてたら気になりますけど、全体を見ながら洋服とかも同時にこう書いていかんといかんよということですね。動画編集上よくこうやっぱりこう混色してる瞬間ってカットしてるんですよね。面白くないかなと思ってですね。本当にここのところすっごい大事です。で絵の具をこう置きながら描いていっております。
油入れるにしてほんの少し、入れるぐらいでいいかなと思いますので、そのあたりは本当にこうジャバジャバーっとこうやるよりはほんの少しこうちょっとつけて、しっかりこう混色するということを大事にしてください。こういった丸筆だけで今描いていってますね。今ブライトレッドいきましたね。ちょっとこうピンクがかってる感じですね。でこの辺もちょっと染料に近い色なので、少しこう慎重に、やっていかないと一気にこうですね、人形みたいにこうビャーッと赤くなっていきますので、ちょっと注意してください。で少しこう絵の具が置けてきたなと思ったら、若干こう絵の具を下の絵の具とかを、混ぜ合わせるというか、そういうこともしていっていいかなと思います。で、油絵の具のこう特性のね、厚く塗れるみたいなところは、少しこう明るいところとかにインパストと言いますけど、厚く塗るようなことを少しこうしてみて、で置いただけじゃちょっとあれやなと思ったら、少しこれをまた絵の具を少し伸ばしながら、上の絵の具をこうね、またこう寒色系も少しこうやっぱピンクに染まってきたぞと思ったら、ちょっとね、冷静にこうあれになって、ちょっと唇、描きましょうか。こういうのが難しいんでね、ちょっとブライトレッドとちょっとだけほんとスーパーマゼンダみたいな、ほんの少し入れてね、下唇と上唇も、これはこの子ちゃんも下からの反射光も強いから、上唇もある程度明るくですね、下唇と、通常なら上からの光が多いから下唇のが明るくて上唇暗くなりますけど、少しこう反射光というね、下からの光があるので、まあこれぐらいになってきたらもうパレットがぐちゃぐちゃとしてきてますので、しっかり洗ってあげてもいいかなと、拭いたりですねしてあげてもいいかなと思います。やっぱりキャンバスなのでどうしてもこうザラついている、目がありますので、すっごく細かい描写にはまあちょっとこう難しい。しっかり絵の具を乗せていったらある程度キャンバスの目も埋まってきますけど、初めの段階で難しいんですよ。だから私はこう初めからこうある程度描けるような下地、指示体というのを作ってます。だからもう描きたい絵によってこう指示体というのも変わってくるわけですよ。いつもこう視聴いただいている方ならわかると思うんですけど、やっぱりこう僕は滑らせて描いていく、下の絵の具を滑らせて描いていきますので、初めの段階はですね、こういつもこう完成油で濡らしますよね、大体ね。だからこう濡らさないで描いていくと時間かかる。私の場合はですね、どうしても絵の具を置くということで、時間がかかりますよね。でも皆さんはこうね、こうやってこう時間をゆっくりあられる方はこういうふうにまず、置いていくということをとにかくされていきながらしていくことをお勧めします。でこういった細かい仕事とかはちょっと溶き油を多めにしてあげた方が描きやすい。こういうところですね。こういうところはやっぱりこう、溶き油を少し多くですね。こういうザザッと描くときはやっぱりこうですね、これ緑もあってもよかったですね。サップグリーンとかはいつもサップグリーンとかも多少使うこともあります。テールベルトは僕はあんまり使わないですね。緑度は今。昔よく使ってました。
このぐらいのサイズなら日頃やってるシナベニアに、ジェッソとかっていうパターンでもまあまあ悪くはないかなと思いますし、そちらの方が多分キャンバスの目とかですね、こういうざらつきとかはないので、もしある程度写実的に描きたいなと思う人には適しているのかなと。大きなサイズになってくるとそれちょっと推奨はしていませんが、非常に時間かかりましたけど、ある程度手が画面の中全体回ってきましたよね。ここからもっともっと粘りますので、ここからもっと粘っていきます。その前にパレットを一旦掃除しましょう。やっぱり絵の具をしっかりですね、置いていってですね、キャンバスの目の中に入れていくのは、私は結構大変やなと思いながらですね、日頃の描き方とだいぶ違うのでですね、置いていって、それを周りとちょっとなじませるというような感じで描いていかれる方が失敗は少ないです。本当にこれはもう基本中の基本だと思います。しっかり混色しておく。置いて、ある程度経ったら、すぐにその場でも不安やーってなじますんじゃなくて、ある程度経ってから周りと少しなじませたりとかしていって、違和感ないかなと置きながらですね、確認しながら、で少し周りと溶け合わすように描くところは少し描きながら、この辺のグリーンとかなかなか皆さん置くの勇気いるでしょう。でもそれが点が少しずつ細かくなっていくと面となってですね、この段階でね、皆さんがどれだけ粘れるか。細かい描写ということはまた後で、しますけど、とりあえずまずこの段階で絵の具が乾かないうちに他の色と混ぜ合わすところは混ぜ合わせたり、置くところはしっかり絵の具を置いたりとかしていく。結構なんかね、指とかですり込んで少しぼかしてあげたりとかですね。速乾剤とか入れてるからちょっと乾き出してるぞと。もちろん一発で決まってくればそれは理想なんですけど、なかなかですね、なかなかねかすれてしまうからね、こういうところはもう指とかでねすり込んだりしてね、キャンバス目の中に入れてあげたりですね。かなり絵の具がね厚くなってきてるのが分かりますかね。こちらの方に少し薄く溶け合うようにグラデーションがかかっていってとか、目のハイライトなんかもね少し描いておきましょう。少しだけ髪の毛とかは描いておきましょうか。これは、面相筆ですね。こういうのだけはちょっと入っててもいいのかなとは思うんですけど、ただね、キャンバスの場合はちょっと描きにくいので、細い線とかね、でちょっと頑張って。
少しだけ、服の柄も描いておきましょうか。2層目以降で、描いていこうかなとは思いましたけど、少しだけでも描いておきましょうか。ある程度ですね、服のパターンみたいなのを頭に叩き込んでですね。という感じでですね、1時間ちょっとなんですけど、こういった感じで、アラプリマというですね、感じで描いてみました。で、こんな感じで、絵の具が置きながらですね、少し展開していって、グラデーションをつけていくというやり方です。で、ここから完全にちょっと1週間ぐらい置くのが理想ですけど、2、3日、3日、4日ぐらいかな、置いてあげてからちょっと構造を作っていくということを少し、挑戦してみたいと思います。それでは、2日目の仕事をしていこうと思うんですけど、ちょっと1日目の振り返りとしては、ちょっとですね、絵の具をもうちょっと大胆に厚く塗っていければよかったなというふうに今、思っております。ちょっとその辺失敗したかなというふうに思ってます。やっぱりキャンバスの目というものにおじけづいてしまったおじさんがおります。まるまる金曜日に、1日目書いたんですけど、土曜日、日曜日、間開けまして、今月曜日、になりました。月曜日に、制作をしていこうと思っておりますけども、このね、パレットとかがどうなってるか、しっかりとサランラップをしておいたんですが、この辺が、くっついとんな。まだ使えるのか否か。このあたりも含めてね、ちょっとお見せしていこうかなと思っております。やばい、引っ張った。いけそうな感じはするかな。ちょっとやりながらですね。で、今日はもうちょっと前回の反省を強く踏まえて、大胆にいくことを頑張っていこうと思います。これぐらいのちょっと平筆、これも水彩のセットですね、に入っておりました。で、ごめんなさいね。私、そういえば、そうですね。このコバルトバイオレットものすごい使いますよね。これを実は僕の場合ね、これね、使うというのを、前回ちょっと言い忘れていたなということで。で、これ完成油、今もうポピーオイルだけで、溶いたのをちょっともう濡らそうかなと思いまして、下の絵の具自体も完全に乾いております。こういうのグレーズとかっていう風に言うんですけども、ちょっとね、グレーズって何って感じですけど、今は溶き油をジャバジャバにっていうよりも、本当にこの絵の具、見ての通り絵の具を相当濃く、ね、こんな感じで塗っていくことを、もうこれ、ポピーオイルだけですよ。私の場合ね。例えばこれやったら紫。僕はいつもこうやってコバルトバイオレットっていうのをよく使うことがあります。これ実は別にいろんな色で試されてもいいんです、別にね。私はこれなんでこれにするかっていうと、塗り残っても違和感がないし、印象派なんていうのはある程度紫とかを中心に影に塗り残ったりするんですね。そんなイメージでやったりとかしてます。例えばいつもこんな感じで一回濡らして、これを結構しっかり僕は拭き取ってます。で、今日はちょっとね、またアラプリマの続きですけども、大体ああいうのは一発書きなんで、本当は一発でもうちょっと書ければよかったんですが、でね、こういう風に拭き取って僕は指ですり込んだ状態で、書いていきます。ね、こういうところなんか参考になるかもしれませんよね。で、これね、グレーズって違う色でもできるわけですよ。例えば、昔の僕の絵とか見たらこういうバーンとシェンナトランスみたいな色でやってたりとか、こんな感じでやってる絵もあったりとかしますし、ね、透明色が多いですけど、透明色じゃないようなもうカドミウムレッドみたいなの入れて、こんな感じでやってってもいいと思いますし、ね。例えば肌の色だけはこういう風にしてみようかなとかですね、少し変えてみたりとか、で、ちょっとこれだと濃すぎるな思ったら拭き取ってみて、で、これをまた指ですり込んで、とかね。で、ちょっと洋服のところは、ね、カドミウム、コバルトグリーンやったっけな、これな。こんな感じしてみようかなとかですね。指ですり込んでみようかなとかね。で、肌の中もちょっとですね、色を変えてみようかなとかです。いろいろしてみたりとかですね。
で今これグレーズという、ある程度透明層系の色。この辺もなんかあんまり区分分けみたいなの僕はあんましないので、ちょっと例えば今これぐらいのグリーンみたいな、ちょっと多すぎた。感じにして、それにちょっと白を、もうちょっとやっぱ乾き出してますね。入れたようなのを反射光的にシューッと入れてみようかなと。こんな大胆に。ね、こんな風に、少し入れてみようかなとかですね。失敗した思ったら拭き取ればいいんです。本当です、これね。拭き取ってください。全然取れます。しっかり下が乾いてれば拭き取れますよね。もうちょっとほっぺたのとこだけ赤くしようかな思ったら、このね、使うとき注意してくださいや言うてるマゼンダ系みたいなのとかをチュ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 とかこんな感じにしてみたりとか、いろんなことできますよね。でちょっと白い絵の具だけはちょっと硬くなってるので、練り直すなり、意外とねこれをパレットナイフでもう一回だけこういう風にしてあげるだけでもだいぶ違います。でちょっとそれじゃもうこの辺は固まっているなとか思ったりとかしたら、少し足してあげたりとかしてね。ちょっとチタニウムホワイトを少し。で、グレーズが終わったら僕はこの溶き油というのは少しこれにまたテレピンを足します。よいしょ。で、これでまた、使えますので、もう、スタンドオイル混ぜてもいいですし、僕は今回混ぜずにいこうかなと。ピピピピピピ。もう完全いいかなと思います。僕は多分今回は使わないでもいけるかなと。やっぱ下僕は濡らしてやっぱり日頃描いてるから描きやすいですよ。はい。なんか境界線がなくなってくるようなとこがあってもいいですしね。それでも下の絵の具とかがあって、ある程度わかると思いますので、完全に形が消えるということはないと思いますので、でもう原則同じです。もう混色しっかりやりましょうやっていうね。でちょっと明るいところをまず描いていってます。ちょっと赤とか入れて、こういうところの色ね、本当にしっかり混色してやらんと出てこないので、しっかりと混色してくださいね。何色やったかな？赤と。ちょっとこのグリーン系を置いて、ちょっと試しに置いてみるね。置いてみる。ちょっと明るすぎるかなと。で、もうさっきと同じなんですよね。あかんと思ったら拭き取ってあげてください。僕は安いね、すみません、ネピアさん。一番なるべく安いティッシュとかやったら、あんまりこの紙の繊維質がくっつかないので、拭き取ったりします。あかんと思ったら拭き取ったらいいので、その辺を初めの時はとにかく妥協せずに、塗ったからもったいないとかって思うんやなくて、もうあかんと思ったら拭き取ってあげる。何度もそれ繰り返してみてください。それが上達の本当にポイントです。ちょっとね、反射光みたいなんで、こちらの方は少しね、そういった微妙な色とかを探して、絵の具を置いていくような感覚ね。そんなに変わってません。こういうところのなんかグレートーンみたいな色とかもね、しっかり絵の具を混色して、この辺の絵の具に関してはそんなに乾いてる感じしないので、皆さんしっかりとあれしておけば、中2日でもラップをしっかりしておけば、ここはちょっとくっついてきおりましたけどね、大丈夫かなと思いますので、
僕はあんま得意ではないけども、熱く塗っていきながら画面の中でちょっとしていくような、混ぜたりねしていくようなことがもうちょっとできたらなというふうに思いながら、前回はとにかくそこを反省しました。点々で絵の具で置いていって、それが違和感がないかなっていうのをちょっとこう離れてみたりとかして確認しながら、ちょっとここなんか下の油が多すぎになったら拭き取ってあげてください。多すぎるというのはなんかこうね、ちょっとこう置いた瞬間につき方が悪いというか、なんかこう本当油の上にのぞっと乗ったような感覚があるんですよ。だからちょっと拭き取りたらんなっていう感じなので、そういうところはもうちょっと油を足してあげようかなとかね、してみてください。油を拭き取ってあげようかなとかしてみてください。展覧会とかをしてるとですね、こう、いろんな悩み相談を受けたりももちろんするんですけども、デッサン力がやっぱりこう美大行ってないからないんですとかっていう人いますけどね、やっぱりデッサン力、ある程度こう書いていってもつきますからね。なんかこう、書かなかったらやっぱ落ちますので、例えば美大とか、行ってもやっぱり書かなくなるので、またつかなくなり落ちていきますので、逆にこう続けていったらまたよりついていく人もいますから、美大行かないととかっていう人がいたんですよ。いや、それはないんちゃうかなと僕は思うんですけどね。こうデッサン力っていうのはすごくこう抽象的な言葉なんですけど、こう色を例えば混色してその場所に置いていくという作業みたいなのとか、こうかなとかもうちょっとこうかなとかいうその細かいこう妥協をしないような姿勢みたいなのも実はデッサン力なんですよ。僕はそのデッサン力をつけるっていうことはそういうことやと思っていて、なんかこうただ形が上手に取れるとか立体感がなんか描けるとかっていうことだけじゃなくて、もちろんそれもあっていいんですけど、一番肝心なことは試行錯誤するこう能力、もう少しもうちょっとこっちかなこっちかなもうちょっとこうかなとかっていうのをやっぱりこうできるかどうかっていうのが僕はデッサン力の一つかなと思ってます。今日ちょっと叩き筆というのは使わずに今のところやっていってます。アラプリマということで筆致、を生かしたような少し絵を描いていくということで今回はやっていってます。筆致をなくしていくのは簡単なんですけどね、叩き筆で叩けば絵だけの話やから簡単なんですけど、筆致を生かしつつ、まず描くということも皆さんされてみると、微妙な色がこう積み重なってきて顔ってね成り立ってますよっていうのがちょっと分かってきてくれるんじゃないかなと。でもしぼかしたいな思ったらもちろん叩き筆でもいいんですけど、今回は、筆とかをちょっと使ってね、少しこう毛先の乾いた筆とか使ってこう周りとこう溶け合うような感じでこう描いていこうかなと。出てったな。本当はこれぐらいの感じを初日にできたらと思ったんですよね。やっぱりウェットオンウェットという状態で僕はやった方が僕の場合は多分良かったんでしょうね。皆さんもこう一回やってみて、ちょっとうまくいかんなと思ったらね、完全に乾かしてこうウェットオンウェットっていうのを挑戦してみると、濡れた上に、濡れた絵の具で描くわけですよね。ウェットオンウェット。
でまあ、ある程度これぐらいまでできてきたんですけど、せっかくやったらば、今日はね、いつもと違う感じで、勇気はいりますよ。ね。例えばこれぐらいこう潰してみて、でそこからもう一回こう立ち上げてみるということをしてみても面白いかなと。なんでこんなことするのというふうに思うかもしれませんけど、この前の段階と、また戻って、見たり、先をね、見てみたりとかして、なんでこんなことしたかっていうことが少しわかるかもしれませんが、もう一回こう造形を作るというようなこと。どういうことかわかります？すごくこう、プロセスで目は描いてきたんですけど、一回こう目のくぼんでいて、その影の中にあるという状態をもう一回、例えば作ってみるような感じで、一度こう壊すということをやってみるのもこう勇気がいりますけど、でも完全に消えるわけじゃないじゃないですか。ね。やってみられても面白いんですよ。ね、ちょっとこう、うわ、なんでって思ったかもしれないですけど、そんな勇気がないわって皆さん言うの分かってますよ。はい。皆さんの声は全部届いてます。ね、もう一回こう上まぶたみたいなのね、書いてみたりとか、もう一回こう眼球、ね、もう本当におじさんになってくると白目というのが汚くなってきますけどね、こうやってみると本当にね、美しい子ね、羨ましいですよね。やっぱり僕はね、本当に性格が悪いからね、そういうのが全部目に出てしまうんですかね。もう一回こう作り直すというかね。緑はちょっと少なかったからが乾いてしまってますけどね。鼻の側面のこういうところをね、少しこう反射光みたいなのをね、勇気いりますよ。こう置いてみたりね。ずっとやってきてほぼ溶き油使ってなかったですけどね、今溶き油の方に、手を入れましたけど、ちょっと例えば黒目とかもう黒までいかずとも少しこうあんまり暗くしすぎないでちょっとね今白とか入れたりとかしたんですが、少しこうもしかしてもうちょっと明るめの方がいいかもしれないので、ちょっとそういうのでこう挑戦してみようかなと。ね、これぐらいのこう見え方っていうのもそんなに悪くないと思いませんか？先ほどのぐっと濃い、色も悪くはないですけど、これぐらいでこう柔らかくこう見えるというこうで、輪郭とかもねそんなにこう、いわゆるスフマートと呼ばれるやつですね、輪郭ぼかし法によってですね、もうほんの少しだけ濃くてもええかなとかね。ね、少しね、こう、周りと少し溶け合いながら柔らかくこう、見えてくるような感じでこう、描いてみました。ね、少し柔らかい雰囲気出てきたんじゃないですか。こういったところもね、もう、輪郭が強くなってるなと思ったら少し柔らかくしてみたりとか、外側の形もやっぱりこっちも描いてあげないとなかなかこうねぼかしていくっていうこと難しいので、こちらの形とかこちらの色やら何やらも描いていったりとかしながらですね。
これじゃちょっとね硬くなって薄っぺらい感じなんで、少しこうね周りとこうぼかすように溶け合うように。髪の毛に関してはやっぱりこうね、ある程度下が濡れてないとなかなか僕は細い線引けへんと思ってて、特にもう、キャンバスとかなるとより難しいので、下をこう、今濡れた状態ですよね。で、プラス少しこう薄い、色みたいなのを、色がこう、絵の具が置かれた状態、単に油だけじゃなくて絵の具が置かれた状態っていう方が私は描きやすいです。わかりますかね。でもその絵の具自体はそんなに厚くもなくて、こういった感じで置かれた状態。よし。パレットをですね、ちょこちょこ掃除していってですね、テレピンなどとかをつけて、拭き取ったり、一番僕は本当効果的なのはカッターの刃を半分ぐらいに折っていつもこんな風に使ってます。で、ある程度綺麗に、なりますのでね。これぐらいのナイフを用意しておくとですね、ちょっと今ね離れてみたらやっぱやりすぎてたかなと思ったら、局部的に絵の具を拭き取ってあげたりとかですね。ちょっとこうね緑強すぎたかなとかですね。こう耳とかねこう透けて、見えるようなね向こうがね、そういうとこすごくこう楽しんで描けたらいいんですけどね、こうね血管とかやらないやらがこう透けて見えるようなこういうところがね、こういう輪郭とかもね柔らかく描くとこは柔らかく描いてですね、少しね細い、毛を描いていってみたりしましょう。こういう時はちょっと溶き油僕はつけてます。2層目となるとある程度細い線とかはちょっとこうキャンバスの目の中に、絵の具が入ってきて、少しこう平らになるんですよね。だからちょっと描きやすくはなります。でキャンバスでもある程度こう細い線とかも引けますので、よく絵の具で溶き油を溶いて使ってください。前髪なんかは本当にこう大事ですね。こう顔に出てくるとこやったりするから、ここにある髪の毛とかは相当慎重に描いてます。唯一こうですね、これはナイロンの面相筆をカットしてます。唯一こう水彩絵の具のインターネットとかで安く買ったセットではない筆ですね。下まつげとかもね細かく描けばいいっていうもんでもなく、こういう絵に関して合う描き込みというかですねを探しながら、まつげ一つでもね探していかれると、ここにボコッと置いた白、意外と僕なんか絵の中で面白いなと思うんですけどね、ちょっと目立ちすぎかな。
ちょっと髪の毛のこう側面とかね、今はもう必然的に絵の具が薄くなってますけど、こう側面に回り込んでいくところとかっていうのは、ね、ちょっとこううまいこと側面に回り込むようにっていうことで描いて、手前の方というのは少し手前に描いて、よく混色してまだまだ人の肌とかを複雑に微妙な色とかを描いていきながら進めてます。じゃあこのぐらいになってきたらちょっと洋服の柄とかを頑張って描いていきましょうか。まあ本当にこのね、柄に関してはしっかりと絵の具もね、色ね、もう作るんやったら青も作る。で、濃いところの青とか明るいところの青みたいな感じで今、例えば濃いところ、要は影の中の青やったら、これかなとか、明るい色やったら、これかなとかっていう風にちょっと作ってあげるんですね、しっかりとね。で、光が当たっているか、影の中かみたいなことを意識しながら、よいしょ。ちょっと溶き油が多すぎて、滲んでしまってるねとかね。こういう柄は意外とやっぱ描いてあげたら、ちゃんとですね、その場所に合わせて、描いてあげたら、絵になりますよ。よく言うてますけどね、ラブレター、恋文を書くように皆さんね、書いてください。こうね、丁寧に丁寧に。ちょっと黄色い柄、お花でしょうね。お花の花びら、黄色い花びら。高い服なんかな。まあ、少し、肌の中で、違和感がもしあるようだったらほんの少しずつですね、補正というか、こう緑ちょっとやっぱ強すぎるな思ったら少しこう補正最後していきましょうかね、こう緑。それでもやっぱ感じさせる程度に、緑とかこういう青とかのこうグラデーションみたいなの最後ね、ちょっと補正。この黄色もちょっと強すぎたな思ったら少しこう周りと溶け合うようにほんの少しですけど、塗っていって、今回は、アラプリマと言って、絵の具をどん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 と置いていくような描き方ですね。本当にこれは絵画史的に言うと、皆さんがね、本当に初心者の方には、ちょうどもってこいの、動画になったんじゃないかなと。わかりませんがね。よかったらチャンネル登録、グッズボタンよろしくお願いいたします。ということで、いかがだったでしょうか。今日は油絵の教科書ということでお届けしました。初心者向け、超初心者向け、そしてアラプリマ、もう乾かないうちにこう描いていくウェット、オン、ウェットということなんですけども、こちらを利用して描いていきました。悪くはないでしょ。で、絵の具の筆致とかを活かして。で、もっともちろん細かく描いていきたかったら、また乾かして、グレーズして、また乾かしてっていう風にやっていけば、密度とか上がってきますので、ぜひ頑張ってみてください。それでは、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では、描き終わって、1日経って、筆を洗っているのを忘れておりました。こういう時はちょっとね、頑張って洗いますけども、まずしっかりと絵の具の、筆先の絵の具をしっかり拭き取ってください。頑張って、頑張って。ね、まずね、ティッシュなどでしっかり拭き取ってください。で、拭き取る。はい、ちょっとチビがうるさい。そしてですね、ターペンタインですね、テレビンですね。もうこの紙パレットはもうね、お役御免ということで、お疲れした。絵皿もきれいに拭いて、で、テレピンっていうので、まあその当日やった方が絶対いいですよ、もちろんね。テレピンというので、ぐしょ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 。ぐしょぐしょ。もうすべてね、ぐしょ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 。
よいしょ。よいしょ。で、また拭き取って、こそぎ落として、おぎそ落としじゃないですよ。こそぎ落として、こそぎ落として、で、これでまあ、ジョイとかでも洗っていいんですけど、私はこういうのにアップトとかを入れて、おります。こういうのね。こういうのを入れております。それで、洗って、根元にね、溜まりますからしっかりね、洗って、まあ、一本一本洗ってください。絵の具がもうほぼついていない状態でですね、洗います。よいしょ。これはですね、意外とこの金ブラシっていうの、こういう絵皿を洗うとき結構、あんまり汚れてるのがないですが、ないね。結構絵皿とかを洗うときしっかり取れますのでいいですよ。でもしっかり洗って、根元の方からね、しばき上げるようにして、で、最後は僕はいつもこのジョイをやってます。まあ、リンスとかされる人もいるみたいですけどね、私はこの最後もう一回ジョイで、油汚れに強いジョイで、しっかり洗います。油絵の具は、まあ、アクリルよりはマシですね。で、もし、こう、本当にもっとカッピカピに固まってしまったら、先ほどみたいにテレピンで取れるだけ頑張って取って、こういったアップトとかをつけて、しっかりつけた状態でサランラップ巻いておきます。そうすると、1日ぐらい経つと、結構取れます。案外取れます。それでもちょっとこう無理やなと思ったら、叩き筆とかに、筆の再利用法みたいな動画もありますので、そういったものをぜひぜひ見てみてください。ですね。取れました。1日経っていても、ほぼ取れました。ですね。で、最後は、これをですね、ラーメンの湯切りのごとく、ジャッ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 と、やって、完全に乾燥した後に使ってくださいね。水がついた状態で油絵に、使うんじゃなくて乾燥させて使ってください。ということで、以上です。チャンネル登録よろしくね。ピー